君には会社に貢献するという姿勢が全く見えない。自分一人だけ定時で帰るなんて自分さえ良ければいいのか？そんな考えだからいつまで経っても窓際社員なんだよ。そんなクズな人間はここに必要ない。さっさとここから去れ、この薄情者が。部長はそう言って俺の目の前でひらひらと子会社への出向の事例を見せた。俺はある理由で会社を定時退社することにしてた。しかし自分の仕事以外にも頼まれればみんなの仕事も手伝っていた。部署の効率だって上がっていたはずだ。それなのにこんなことって。君のために残業時間が一番多い部署を私が選んだ。お前だけ早く帰ろうだなんて考え甘すぎるんだよ。馬車馬のように働くお前を想像すると笑いが止まらんな。ははは。ざまあ見ろ。そう言って部長は大声で高笑いをする。俺は目の前が真っ暗になった。あまりに悪意を感じる事例だった。しかしこの事例が俺の人生を、会社の命運を180度変えることになる。俺は田中浩二、47歳。この会社に入ってから25年が経つ。気がつけば俺も50歳手前、部署内では一番の古株だ。出世もできず、大きな仕事も任されず、毎日毎日雑務ばかり。窓際族という言葉が流行った時、それは俺みたいなやつのことを指しているのだと思った。同期や後輩には役職がつき出世していく。みんな残業もいとわずに頑張って仕事に打ち込んでいた。そんな中、俺は定時になるとすぐに荷物をまとめる。お疲れ様です。そう小声で言いながらオフィスを出ていく俺に挨拶を返してくれる人なんていなかった。横目でちらっと見てため息をつく。挨拶の代わりに帰ってくるのはそれぐらいだ。あとはだいたい無視された。陰で定時の田中と呼ばれているのを俺は知ってる。俺は俺で頑張ってるんだけどな。しかし職場のそんな寂しさは俺にとっては些細なことだ。家に帰れば愛する妻がいる。子供はもう立派に育って家を出たが、妻と家でゆっくり過ごす時間が俺にとっては全てだ。若い頃は妻にも言われた。そろそろ昇進しないの？子供の学費もあるし、お給料が上がったらいいなって。そうだね。真面目に頑張ってはいるんだけど、ごめんね。妻は諦めたようにため息をついた。仕方ないか。なんとかやりくりするからお仕事頑張ってね。妻は少し体が弱く、無理をすれば働けるのだが、俺にはそれが不憫でならなかった。主婦になってくれとお願いした。妻もそれに甘えてくれた。そんな妻のために帰ってからの子育てや家事も積極的に手伝った。子供が巣立った日、俺は妻に言った。ごめんね、今まで贅沢もさせてあげられなくて。そんなのいいのよ。これからは2人でゆっくり暮らしましょう。お仕事してくれてありがとう。そう言って笑う妻、俺は幸せだった。俺は仕事を1秒でも早く終わらせて家に帰りたかった。そんな俺に小野下部長はきつく当たった。田中君、毎日毎日定時で帰ってやる気はあるのか？みんなが頑張ってる中、恥ずかしいと思わないのか？定時で帰れる余裕があるなら、この仕事も君がしておけ。年下で後輩の部長はそう言って俺にどんどん雑用を押し付ける。部長本人の仕事も他の後輩の仕事も雑務なら何でも押し付けてくるようになった。書類も記名さえすれば提出できるまでに仕上げさせられる。もちろんそれは俺の功績にはならない。他の社員も小野下部長を通してどんどん雑務を押し付ける。みんなは少しずつ回しているのだろうが、集まれば山のような雑務。定時で帰りたい俺は効率を必死に考えシビアに仕事をこなす。
そして定時になると荷物をまとめた。おい、田中くん、帰るのか？仕事が終わってないならたまには残業でもしろ。疲れた顔で小野下部長に答える。ちょうど今終わりましたのでお先に失礼します。なんだと？それなら他の人を手伝うとかそういう精神はないのか？頼まれた手伝いの分はもう終わりましたよ。申し訳ありませんが定時なので。一礼して帰る俺の背中に小野下部長が小さい声で言った。そんな態度を取るなら覚悟しておけ。大量の雑務をこなしていたある日、俺は小野下部長に呼ばれた。田中君、君には会社に貢献するという姿勢が全く見えない。もうこの部署で仕事はしなくていい。そう言って子会社への出向の事例を見せた。君のために残業時間が一番多い部署を私が選んだ。ここは大変に忙しい部署だと聞いている。いくら定時の田中でもさすがに定時で帰るのは無理だろうな。なんてひどい仕打ちだ。あなたの仕事もみんなの仕事も俺が手伝っていたのに。部署全体の効率も上がっていたはずだ。それなのに左遷とはあまりに悪意を感じる事例だった。帰って妻に話した。ごめん、子会社へ出向することになったんだ。忙しい部署らしいからもしかしたら帰りが遅くなるかも。そう、仕方ないか。頑張ってね。そう言って笑顔で励ましてくれたが、その笑顔は悲しそうだった。俺は昔妻に聞いたことがある。妻は一人っ子で育ち、忙しい両親はほとんど家にいなかった。家に一人でいるときはずっと寂しい思いをしてきたのだと。妻にはできるだけ寂しい思いはさせたくない。俺は嫌がらせのように俺を左遷した小野下部長を憎んだ。左遷先は隣町だったが、家から割と近かったのがせめてもの救いだった。通勤時間は前とさほど変わらないか少し短くなったくらいだ。見慣れない街を歩き、オフィスの入っているビルに着いた。エレベーターで5階に上る。気は重かったが精一杯やるしかないと腹をくくった。エレベーターを降りて道順がわからなくて迷った。右往左往していると年配の男性に声をかけられた。おや、もしかして本社からの方ですか？あ、今日からお世話になります田中浩二です。よろしくお願いします。いやー、どうも直属の上司になります加賀です。いやー、ありがたい。忙しすぎてね。新しい人が入ってもすぐに辞めてしまうんだ。ベテランが来てくれて助かるよ。そうにこやかに言う加賀さんは柔和で優しそうな人だったが、初対面でも疲れているように見える。あの時部長が言ったように忙しい部署であることが本当なのだと察した。みんなへの軽い自己紹介の後、その日は加賀さんについて仕事を教わった。一通りの仕事を教わり、終わったのは21時。これなら新人がすぐ辞めるのも無理はない。初日にあまり遅くなっても申し訳ないので、今日はこれぐらいで。田中君にお願いする仕事は以上。わからなかったら随時遠慮なく聞いてくれ。加賀さんはにこやかにそう言うが、こんなに遅くなってこれぐらいとは。礼を言っていそいそと帰り支度をするが、ほとんどの人が残って仕事をしていた。当然のように残業するその光景は俺には異常に見えた。家に帰ると妻がご飯も食べずに待っていた。遅かったね。お疲れ様。そう言ってご飯の支度をしてくれた。二人でご飯を食べながら妻と話した。妻は俺を気遣ってくれた。今日は本当にお疲れ様。新しい職場はどう？聞いていた通り大変な部署だったよ。そうなの。ごめんね。私が働けないから大変な思いを。
愛する人の悲しそうな顔。これから毎日こうなるのか。絶対に嫌だ。俺は誓った。俺は大丈夫。なんとかするよ。やるだけやってみる。もうあんな顔をする妻を見たくない。俺は早めに就寝し、翌日また出社する。自分の与えられた仕事を最大限に効率化し、無駄だと思われる部分を省いていった。例えばこの部署は一つの文章を書くにしても、いちいちデータを引っ張り出して過去の傾向や評価から推論を立てていた。それを別のシートに記載し、紐付けて保管する。保管した資料はどうなるかというと、どうもならなかった。もしいつか見る日が来れば見るのかもしれないが、延々と無駄なデータを増やしているだけだった。表に出て役に立つのはたったの一文。それに何十分もかけている暇はない。早々に仕事を終わらせ、俺は加賀さんに確認を求める。出来上がりましたがいかがでしょうか。2日目から仕事が早い俺をいぶかしむように、加賀さんは穴が開くほど出来上がった資料を確認する。素晴らしい。完璧だ。そうつぶやく加賀さんに俺はほっとした。今日はもう帰っても大丈夫ですか。ああ、そうだね。お疲れ様。仕事が終わったのは19時半だ。昨日よりはだいぶ早い。この調子でどんどん効率化し、定時を目指すまでだ。そんなことを繰り返し、やっと目標の定時退社が見えてきたある日、突然加賀さんに呼ばれた。田中君、君の仕事ぶりは素晴らしい。よければどのようにしてるか教えてくれないか。俺は加賀さんに見られながら仕事をした。気まずい中、その日の仕事を終えると加賀さんに誘われた。ぜひもっと話を聞きたいんだが、この後ご馳走させてくれないか。行きつけでいいお店があるんだ。迷った俺は妻に電話してみることにした。人とご飯に行くなんて珍しいね。先に食べてるからたまには行ってらっしゃい。そう妻に背中を押され、加賀さんの誘いを受けた。加賀さんの行きつけの小料理屋で少しお酒を飲みながら話した。窓際社員だったこと、定時の田中と言われ無視されてたこと、昔は家事と子育てがあり、今は妻と過ごしたくて定時退社を目指していることも、加賀さんも仕事に対する熱い思いを語ってくれた。雑談も交えてお互いのことを知る。加賀さんには大学生の一人娘がいるようだ。加賀さんの印象が良かったせいもあり、俺たちはすっかり意気投合した。これからの会社のこともしっかりと話し合った。2軒目にスナックに行こうと誘われたが、それはさすがに断った。その翌日、加賀さんが朝礼でみんなに言った。突然だが、今日から業務の改革に取り組んでいく。田中君に倣って業務の効率化を図る。きっと良くなるからみんなも協力してくれ。それから俺は各個人について仕事を見た。そして効率化できそうなところを見つけては加賀さんに報告に行く。報告に行くと加賀さんは早かった。確認し問題ないと分かれば、その日に業務を改善する指示を出した。そんなことを繰り返すうちに、日を追うごとにみるみる全体が効率化していった。忙しすぎて殺伐とした空気もだんだんと明るくなっていった。そしてある日、全員が定時退社をできた日があった。加賀さんは嬉しそうだった。よしよし、今日は全員終わりだな。これも田中くんのおかげだ。今度みんなで飲み会を開きたいと思っている。遅くなって申し訳ないが、君の歓迎会も含めてやりたいんだ。いつなら都合がいい？俺を気遣ってこちらの都合に合わせてくれるいい人だ。俺はあさって以降ならいつでもと言うと、加賀さんは即答した。じゃああさってだな。そして俺の歓迎会が開かれる。
会社の近くの居酒屋の一室を貸し切り、みんなも漏れなく参加してくれた。加賀さんが挨拶をする。みんなこれまで頑張ってくれてありがとう。突然の改革だが成功したのはみんなのおかげだ。そして本社から来てくれた田中くんのおかげだ。余談だが、田中くんは本社では定時の田中と呼ばれていたらしい。素晴らしい定時退社に乾杯。そう言ってグラスをあげる。乾杯。嬉しそうにみんながグラスをあげた。口々にみんなが俺にお礼を言ってくれた。仕事が楽になった。したいことができるようになった。彼女ができた。こうして飲み会を開けるようになった。本社にいた頃は無視されて雑用ばかりの日々だった俺がちょっとしたヒーローになった。みんなはさすが定時の田中と俺を褒めてくれる。本社では陰口で言われていた言葉が褒め言葉になっていた。ちやほやされていい気になった俺は二次会のカラオケにも参加した。みんなで楽しく話しながらお酒も入って冗談も言い合い、みんなと仲良くなった。酔った帰り道、加賀さんに聞かれた。田中くんほどの力があれば窓際社員なんてしなくても、そんな実力があれば十分に出世できたろう。あまり人に話さない内容で迷ったが、酔った勢いもあって加賀さんならと話した。父のようになりたくなくて。加賀さんは怪げそうな顔を俺に向ける。父はほとんど家にいませんでした。仕事が終わっては毎日飲み会か接待で一緒に食卓を囲むことなんてなかった。小さい頃からずっとそうで、それは変わらないまま。帰ってきては寝て、起きてまた仕事。母は大変そうにしてました。3人兄弟でずっと俺たちの面倒を一人で見てくれた。父は家族を大切にしてないんだなって。休みの日もゴルフや接待に出かけて一緒に遊んだこともない。俺はそんな父になりたくなくて、家族を一番に考えてるんですよ。黙って聞いていた加賀さんはため息をついた。それは俺も君のお父さんと同じかもしれないな。田中くんが来てくれるまでは毎日残業したくてしてるわけじゃないが、家族を養うために仕事は頑張らないといけない。だがそのためだったらいくらでも頑張れたよ。ただ実は妻と娘とあまりうまくいっていないんだ。最近は君のおかげで家に帰れるが、家族との間にできた溝はなかなか埋まらなくてね。ゆっくり話したいがまだ時間はかかりそうだ。加賀さんは寂しそうに夜空を見上げた。まるで家族をそこに思い描いているようだった。なぜか父の横顔と重なる。もしかして父もこんな思いで仕事に励んできたのだろうか。横顔を見つめる俺に加賀さんは聞く。田中くんはもうお父さんとは話せるようになったんだろう。俺は視線を落とした。いえ、連絡もずっと取ってなくて。そうか。たまには連絡ぐらいしてあげなよ。どんな親でも嬉しいと思うよ。君のお父さんもずっと頑張ってきたんだろう。それぐらいのご褒美はあっていいんじゃないか。まあそうですね。気が向いたら電話ぐらいは。割り切れない気持ちと父に気が引けていてあまり乗り気じゃない俺は言葉を濁した。加賀さんと別れて家に着いたらもう22時を回っていた。妻が出迎えてくれてリビングでお茶を入れてくれた。どう？飲み会は楽しかった？ああ、楽しかったよ。気のいい人たちでさ。上司は加賀さんって言うんだけど、酔って饒舌になった俺の話を妻は楽しそうに聞いてくれた。
仕事のことを妻にこんなに話すのは随分と久しぶりな気がする。妻は楽しそうに相槌を打って聞いてくれた。よかった。前はあまり元気がなさそうで心配してたけど、最近は本社にいる頃より楽しそう。これからもたまには飲みに行っていいからね。優しい妻の一言で俺は気づいた。ああ、今まで心配をかけていたんだな。そうか、俺が家族を持ってるように妻も俺のことを、父も俺と同じように家族を持ってたんだろうな。加賀さんもそうだったように家族のために一生懸命働いてたんだ。父の顔が見たくなり、次の休みに久しぶりに実家に帰ることにした。実家に連絡を取り、一緒に夕飯を取ることになった。俺は小綺麗な服を着て久しぶりに実家の敷居をまたいだ。居間で待っていた父と向かい合って座った。浩二、久しぶりだな。そういう父はしばらく見ないうちに随分と老けた気がした。久しぶりだね、父さん。ちょっと老けたか？ははは、年を取ったんだ。老けもするさ。乾いた笑い声、濃くなったシワが年齢よりも老けて感じさせた。飲むか？いい酒が手に入ったんだ。いつかお前と飲もうと大事に取っておいた。そう言うと父は俺の返事も聞かず、母が料理の準備をしている台所に向かった。4合瓶の日本酒とおちょこを2つ持ってきてテーブルの上に置く。ためらいも確認もせずお酒のキャップを開けた。まあ飲め。そう言って瓶の口をこちらに向ける。俺はおちょこを取って両手で支える。スーッときれいにお酒が注がれ、9分目あたりでピタッと止まった。その所作は手慣れていて美しかった。俺も父に習い、父の持つおちょこに酒を注いだ。軽く乾杯し、少し口に含む。うまいお酒だった。どうだ、うまいか？ああ、うまい。いい酒か。わざわざ取っててくれなくてもいいのにと思ったけど、これならぜひ飲みたかったな。はっはっは、そうか、それはよかった。ところで、急にどうした？何か困りごとか？いや、特に困ってはいない。久しぶりに会いたいと思っただけさ。そうか、そうか。父は少しうつむいて笑みを浮かべたままゆっくりと何度もうなずいた。こんなに優しそうな父を見たのは初めてだった。俺は加賀さんの言葉を思い出した。それぐらいのご褒美はあっていいんじゃないか。確かに父は嬉しそうだ。そんな父を邪魔しないように俺は静かにお酒を口に運んだ。やがて父が口を開いた。今日はゆっくりしていけ。仕事はどうだ？ああ、最近は楽しくやってるよ。周りの人もいい人たちだ。配属された部署は最初は大変だったけど、俺は残業続きの部署の話、業務を少しずつ効率化し改善した話、みんなと二次会のカラオケに行って酔っ払った話、一通り話すのを父はニコニコしながら聞いていた。加賀さんって人がいてさ、残業続きで家族と不仲になってしまったんだって。そう言うと父の顔は曇った。父を責めるつもりはなかったが、悪いことを言ってしまった。俺は正直な気持ちを父に伝えることにした。父さんも家族のために必死に働いてくれたんだろ。加賀さんと話してやっと分かったよ。ありがとう。でも俺は俺のやり方でずっと頑張っていこうと思う。そう言うと父は何かを悟ったようにゆっくりと目を閉じた。そうか、立派になったな。お前ならもう大丈夫だ。きっと任せられる。何をと思って聞こうとすると、母が料理を運んできた。さあさあ、できたよ。たくさん作ったからいっぱい食べなさい。料理がどんどんテーブルを満たしていく。
コージー、最近どうなの？奥さんは元気？ああ、元気だよ。余ったら持って帰りなさい。あ、そうそう、最近いいとこに孫が生まれてね。おしゃべりな母のせいで何を聞こうとしているか忘れてしまったが、俺は久しぶりに実家のご飯の味を楽しんだ。懐かしく慣れた味だった。この時の父の言葉を後に俺は痛いほど痛感することになる。子会社に左遷されて1年ほどが経った。残業はほとんどなくなり、職場の雰囲気も明るい。俺もみんなも笑顔で楽しく仕事をしていた。そんなある日、俺は突然本社に呼び戻された。左遷の時と同じで急な人事だった。またあの野下部長に会うのか。なんか嫌な予感がするな。俺はみんなに惜しまれながら子会社から本社に戻る。本社に戻ると早速尾下部長に呼び出された。挨拶も早々に尾下部長が話を切り出した。ちょっと君に見てもらいたいものがあるんだが。そう言って一枚の書類を出した。なんてことはない。ただの資料作成時の書類のコピーだ。一箇所だけ赤ペンで囲ってある。尾下部長が印をつけた箇所をトントンと叩き、意地悪い笑みを浮かべた。ここに不備があるのがわかるか？君が作成した書類だ。最近この資料を請求してくれたある企業がうちとの契約を継続しないと言ってるんだ。私が原因を探ってみると、どうやらこれが原因じゃないか。大事な顧客に説明するための資料にミスがあってはな。俺は慌てて書類を手に取り確認した。些細なミスだった。漢字の送り仮名が抜けているだけの本当に些細なミスだ。こんなものを見せるために俺を呼び戻したんですか？そうじゃない。責任を取ってもらうためだよ。責任を。これが原因で取引が継続しないんだ。当然だろう。こんなことが原因のわけがない。それに1年も前のことを。黙れ。無能なやつを会社の役に立てようとして何が悪い。本当なら君なんてとっくにクビだ。それをわざわざ置いていたのはこんな時のためだ。私のキャリアに傷がつかないようにするただの捨て駒だ。無能の給料泥棒が。今まで給料をもらった分貢献すべきじゃないか。そうだろう。今までのやつもみんな素直に犠牲になってくれたよ。君もそうなる。部長である私の決定だ。声を荒げる部長。この人はもうダメだ。今まで何人の人がこんな目に。そうつぶやく俺に部長は言う。まあ10人はくだらんだろうな。君もそのうちの一人だ。勝ち誇ったようにそういう部長に俺は告げた。クビになるのはおそらくあなたでしょう。俺は胸元からボイスレコーダーを取り出した。嫌な予感に準備をしていて助かった。そしてある資料をまとめたファイルを部長に渡した。あなたがクビになる理由はここにもありますよ。俺があなたから雑務を頼まれた時にコピーして取っておいたものです。実体のない会社との架空の取引、明らかに不正な経費の流用。無能なら気がつかないと思いましたか？そんなものをお前をクビにして握りつぶしてやる。俺をクビにはできませんよ。実は私は田中社長の息子ですから。どんなに言い逃れしても証拠を隠しても父は俺を信じるでしょう。本当か？その話。だとしたら。尾下部長はうろたえたが、俺はその言葉の続きを言ってやった。そう、クビになるのはあなたです。部長の顔はみるみる青ざめ、瞳は虚空を見ていた。そんな、今まで社長の指示でここまで頑張ってきたのに、こんなところで。そう言ってうなだれる部長の言葉に俺は引っかかった。社長の指示？そうだ、その取引と経費の書類を作れと言ったのは社長、君の父親だ。なんだって？
俺はひどく動揺した。まさか父さんがそんなことを。俺はファイルとボイスレコーダーを手荒くつかみ、放心する部長を置いて社長室に走った。社長室の扉を開け、そのままの勢いで父に問いただした。父さん、これは一体どういうことだ。青いファイルを机に叩きつけた。父は落ち着いてゆっくりとファイルを見た。説明してくれよ。どういうことだ。怒りに任せて言う俺に父親はゆっくりと口を開いた。何から話せばいいか。お前には知られたくなかったが、俺はこういうやり方で会社を大きくしてきた。思えば間違いだったんだろうな。立派になったお前を見てつくづく思ったよ。どこで間違ったのかもう思い出すこともできん。俺は古い人間だ。こういうやり方しか知らん。会社のみんなと家族を守っていくためにこうするしかなかった。だからって許されることじゃないだろう。浩二よ、少し時間をくれ。けじめはしっかりとつける。ここまで頑張ってきたが、俺も引退するよ。お前のおかげで目が覚めた。すまんが後を頼むよ。そう言って笑った父は家にいた時よりも若く見えた。そしてその不正は白日のもとにさらされる。突然週刊誌が会社に押しかけ、瞬く間にニュースになった。何者かの告発があったとニュースでは言っていたが、それは俺ではない。テレビでは記者会見で頭を下げる父が映っている。今回の不正に関わった人は部長を含め全員が懲戒解雇になった。もちろん父も専務を後任にし会社を退いた。会社の株価は暴落し、多くの顧客を失った。会社は創業以来最も危機的状況を迎えた。上層部も含め社員たちは落胆し、退職する者もいた。そんな中、俺は一人で奮闘した。父の思いを無駄にしたくない。この会社を存続させたい。その一心でいろんな部署に声をかけ、会社再建の道を模索する。有力な人、優秀な人には資材を使って接待もした。そんな中、一本の救いの電話が入る。俺が出向していた子会社の加賀さんだった。困ってるんだろ。俺たちを頼ってくれ。何人かそっちに出向する段取りをつけてくれないか。いや、そちらも大変でしょうから。こんな時に人数が減ったら。なーに、忘れたのか。俺たちは過酷な残業にも耐えてきたんだ。君のためなら多少の残業ぐらいどうってことない。なあみんな、そうだろ。受話器の向こうから歓声が上がっている。俺は涙しながら加賀さんの提案を受け入れた。そんな人たちに支えられ、会社の再建を目指した。毎晩帰りが遅くなり、妻はまた俺を心配した。妻には申し訳なかったが、なんとか父の会社の再建をしたいと伝えると応援し支えてくれた。少しずつ同じ志を持つ人が周りに現れ、俺の負担も減っていった。やがてなんとか業績は持ち直し、軌道に乗り始める。その頃には俺は部長になっていた。部長の権限を使い、片っ端から業務を見直し改善させていった。それも落ち着いた頃、久しぶりに定時で帰れる日が来た。疲れた体を引きずって家に帰る。妻が出迎えてくれる。あなた、お疲れ様です。これからは定時で帰れそうだよ。よかった。今度こそ二人でゆっくり暮らそうね。妻は嬉しそうに喜んでくれた。思えば父と同じようなことをした。不正はしなかったが、家にいる時間よりも会社にいる時間の方が長く、帰っても寝て、起きては会社に行く。妻がせっかく作ってくれた料理も話もせずに急いで食べる始末だ。父の言葉を思い出す。俺はこういうやり方しか知らん。ずっとこうやって走り続けた父は、どこかで自分を止めてくれる人を待ってたんじゃないか。俺が父を止めるのを待ってたんじゃないか。ふとそんなことを考えた。結局、俺たちは仕事をする人間だ。その中で人を生かすのもダメにするのも人だった。残業ありきの古い体制だった会社は、人よりも仕事を大切にしていた。
俺はこの会社を人を大事にできる会社にしたい。18時の2分前、みんなが一斉にパソコンの電源を落とす。荷物をまとめ、今日も俺たちは定時で帰る。俺さ、もうお前みたいなババアとは一緒にいられないんだよね。正直ここ最近さ、一緒に外歩くのも恥ずかしかった。離婚してほしい。今日、私は38歳の誕生日を迎えた。夫はもう、私のことを女として見られないらしい。だからといって離婚？お前、女の商品価値終わってんだよ。わからない？ちょっと何言ってるの？お前の顔見るのもうんざりなんだよ。この家から出て行け。二度と俺にその顔を見せるなよ、クソババア。私は夫と離婚した。でも、それが私の復讐劇の始まりだった。私の名前は湯浅のぞみ。私は子供の頃から発育が良く、小学校高学年頃には身長が160センチを超えていた。だが、そんな見た目とは裏腹に、性格は内向的で引っ込み思案。周りからも、足が長くてモデルさんみたいねとか、顔小さいなど、見た目のことばかり褒められていたので、それがネガティブな性格にますます拍車をかけていった。外見なんて親からの授かり物。人は中身が大事なのに。そんな私が大学生の時、買い物中に声をかけられたことで、読者モデルとして活動することになった。モデルの仕事は割がいいのと、興味本位でやってみたけど、モデルの仕事で食べていこうとは思っていなかった。そんなにモデルの世界は甘くないと知っていたから。将来は普通に就職し、人並みの生活を送ることばかりを考えていた。そんなある日、友達と買い物をしていた時のことだった。ちょっといいかな。いきなりスーツ姿の男性が声をかけてきた。私はてっきり道を聞かれるのだと思い、反応してしまった。はい、何か。いきなりごめんなさい。今お時間あったりします？まさかのナンパだった。私は背が高かったため、よく声をかけられる。特に買い物中なんかは、かなりの確率でチャラい風貌の人がよく近づいてきたりする。最初はその度に反応していたが、今はその手の人が近づいてくるのがわかると、うまくかわすようになった。そんなことが続いていくうち、私はだんだん人間が怖いと思うようになってしまった。だが、この人は今までの人とは違う。見た目もスーツ姿の真面目なサラリーマンといった感じで、物腰も柔らかい。ナンパ慣れしていないところもかなり好感触だった。俺、金田卓と言います。どうぞお見知りおきを。そう言って卓は名刺を差し出してきた。私は名刺を見て驚いた。感動コーポレーションって、大手の？いやいや、それほどでも。君本当に可愛いよね。もしかしてモデルさんとか？モデルって言っても、読者モデルですけど。やっぱり？わあ、俺とんでもない人に声をかけちゃったのか。参ったな。彼は恐縮した様子で頭をかきながら、小動物のような笑顔を振りまいている。この人いい人かも。学生だった私は、自由になるお金を持っていてかつ、当時34歳だった10歳上の卓が放つ大人の魅力に夢中になっていった。今まで交際していた人たちは、私の外見ばかりを褒めてくることがほとんどだったが、卓は私の内面をよく見てくれた。和食屋さんに連れて行ってくれた時のことだった。のぞみは魚の食べ方が上手だね。ありがとう。今までそんなことを言われたことがなかったので、どぎまぎしてしまった。また、就活の面接で、
面接官から外見ばかりをじろじろ見られて嫌だったという話をした時も、その会社に入らなくてよかったじゃないか。もし入っていたとしても、結果的にのぞみが嫌な思いをするだけだ。そう言って、彼は私に目線を合わせて、のぞみの良さをちゃんと分かってくれる会社は絶対にある。のぞみと一緒に働きたいと思ってくれる会社に入るべきだよ。そうやって真摯に、真剣な眼差しで私を思ってくれるスグルの姿に、徐々に惹かれていった私は、彼からのアプローチを受け、真剣に交際することになった。私が24歳を迎えたクリスマスのこと。目の前には四角い箱が置かれている。のぞみ、俺は34のしがないおっさんだけど、のぞみのことを世界一幸せにしてみせる。だから、結婚してほしい。すぐるさん、私は世界一幸せだった。この人とだったら、未来永劫変わることなく、幸せな人生を過ごせるに違いない。この時の私は間違いなく、そう信じて疑わなかった。のぞみ、お願いがあるんだけど、結婚式を1週間後に控え、のんびりくつろいでいたところに、すぐるは申し訳なさそうな表情で切り出してきた。お願いって何？仕事辞めて家に入ってほしいんだ。え？当時私は大学を卒業後、商社に入り、事務職の仕事をしていた。入社したての頃は、覚えることがたくさんあって大変だったが、今やっと仕事の面白さに目覚めてきたところだ。だから当然、私は仕事を続けるつもりでいた。そのことを伝えると、俺はさ、のぞみが男性社員から言い寄られるんじゃないかと思うと、気が気じゃないんだよ。実は今も仕事中、そのことばかり気になってしまって、集中できない時があったりして。そうだったんだ。ごめんね、心配させちゃって。でも大丈夫だよ。同じ部署の人には結婚することは伝えてあるし、関わっている社員さん、既婚者ばかりだし。それでも気になるんだよ。頼む、仕事はやめてくれ。その分、俺精一杯稼いで生活困らないように頑張るから。あまりの勢いに、私はそれ以上言うことはできず、仕事を辞めることに同意した。実際子供を強く望んでいたこともあり、正社員の仕事をしながらの出産や子育ては大変だろうと思い、私は仕事を辞めて専業主婦として家庭に入った。しかし、それから2年経っても、なかなか子供は授からなかった。ある晩のこと。ねえ、すぐるさん？子供のことなんだけど。またその話？またって何？私、そろそろ子供が欲しいんだけど。まだいいんじゃないか？そんな。俺は、この2人の生活を楽しみたいと思ってる。子供ができたらそれどころじゃなくなるぞ。実のところ、子供ができないのは私が不妊だからではと思い、婦人科に行ってきたのだが、私の体は何の問題もなかった。先生からは、もし不妊ということであれば、夫婦揃って治療をしていく必要があること。そのためにも、夫の協力は必要不可欠であるとの話をされた。すぐるにはことあるごとに、その話題を出して、一緒に病院に行ってほしいと懇願してきたが、すぐるは子供はいらないの一点張りだ。そのうち、すぐるは遅く帰ってくることが増え、子供の話をする機会がめっきり減ってしまった。以前は早く帰ってきて、私の作った料理を食べながらお酒を飲んだり、たわいもない会話を楽しむ時間が当たり前だったが、今は一人寂しく作った料理を食べ、テレビを見ながらすぐるの帰りを待つ生活となってしまった。休日も、すぐるは知らない間に一人で出かけていくことが増え、次第に二人で過ごす時間がなくなっていった。そうこうしているうちに、私は今日、38歳を迎えた。朝、
すぐるのことを玄関で見送ると、すぐるが珍しく声をかけてきた。あ、今日のぞみの誕生日だよな。え、覚えててくれたの？ああ。じゃあ今日は久しぶりに家で夕飯食べようかな。わかった。じゃあ、あなたの大好きなすき焼き作って待ってるね。すぐると夕飯を食べるのなんて何ヶ月ぶりだろう。それに、私の誕生日を覚えていてくれたことも嬉しかった。よし、今日は奮発していいお肉買っちゃおうかな。私は浮き足立ってスーパーに出かけた。しかし、待てど暮らせど、すぐるはなかなか帰ってこなかった。時計の針が22時を指した。すき焼きの匂いと空腹に我慢ができなくなった私は、一人寂しくすき焼きをつついた。無性に虚しさを感じた。奮発したお肉は美味しいはずだが、なぜか味がしなかった。なんで誕生日に一人ですき焼き食べてるんだろう。知らないうちに涙がこぼれていた。すると玄関からドアが閉まる音が聞こえてきた。すぐるが帰ってきたようだ。おかえり。遅かったね。悪い悪い。ケーキを買っていたら遅くなっちゃったんだ。ケーキ？私はすぐるからの思わぬサプライズに喜びを隠しきれなかった。すぐるはリビングに入るなり、ケーキと封筒を渡してきた。封筒？感謝のお手紙とか？ワクワクした気持ちで封を開ける。だが、思いもよらないものを目にしてしまった瞬間、思わずケーキを落としてしまった。すぐるさん、これどういうこと？私は封筒の中に入っていた離婚届を手に、すぐるに詰め寄った。すぐるは顔色一つ変えることなく、信じられないことを言い放った。お前と離婚したいんだ。え？離婚って。そのケーキは、今までの思い出をありがとうのケーキだよ。嬉しいだろ？あと、俺頑張りましたのケーキ。私が信じられないといった気持ちでいると、すぐるは続けて、俺さ、もうお前みたいなババアとは一緒にいられないんだよね。正直ここ最近さ、一緒に外歩くのも恥ずかしかった。すぐるが朝、時間をかけてセットした髪を撫でつけながら、さらっと言った。ババアって、そんな言い方。先ほどまでのワクワクした気持ちは、きれいさっぱりどこかに行ってしまい、今目の前にあるのは絶望だ。ふとすぐるの首元を見ると、女性の口紅がついている。ちょっと何よこれ。口紅がついてるじゃない。すると、あの穏やかな性格から表変したすぐるは、うるせえと言いながら私を突き飛ばした。その拍子で尻餅をついてしまい、あまりの痛みに動けなくなる。もうお前の顔なんて見たくないんだよ。顔しか取り柄がないお前をもらってやったんだぞ。何がモデルだ。もうお前は十分ババア。女の商品価値終わってんだよ。そんな奴との生活に長年耐えてきたんだからな。ああ、俺頑張ったよな。ちょっと何言ってるの？この家から出て行け。二度と俺にその顔を見せるなよ。眼光を鋭く吐き捨てた。その直後、すぐるは自室にこもり、二度と出てこなかった。すぐるは容姿だけでなく、内面のことも一生懸命見ていてくれていたと思っていた。そのことが一番嬉しかったのに、今その思いが打ち砕かれてしまった。所詮、すぐるも自分を外見でしか見てはいなかったのだ。私はすぐるからの離婚を受け入れ、荷物をまとめて実家に帰った。離婚してから1ヶ月が経った。すぐるから投げつけられた暴言が今でも頭から離れない。何もする気が起きず、実家では何から何までお世話になりっぱなしだった。だが、このままではダメ人間になってしまう。
とにかく働かないと、という一心で、読者モデル時代にお世話になっていたモデル事務所へダメ元で連絡してみた。事務でも何でもいい。働けるなら何でもやろう。すると、自分を担当してくれていた男性スタッフが話を聞いてくれるのだという。スタッフの名前は、湯浅徹といって、今はモデル事務所のマネージャーを務めているとのことだった。早速、待ち合わせをしている喫茶店に向かった。すいません、遅くなりました。いや、大丈夫だよ。それにしても久しぶりだね。元気にしてた？ええ。まあ、いろいろありましたけど、なんとか。ははは。結婚してるんだっけ？そうだったんですけど。そう言って、私はスグルとの出会いから結婚に至るまでのことや、向こうから離婚を切り出された上、とんでもないひどいことを言われてきたこと等々、すべてをありのまま打ち明けた。こんなこと、親にはとても言えなかった。私はきっと誰かに聞いてもらいたかったんだ。話している最中も、その時の感情がよみがえってしまい、涙が止まらなかった。それでも彼は、私の話に真剣に耳を傾けてくれた。ひとしきり話すと、なんだかすっきりした。ようやく次に進める。そう思った。そういうわけで、今は無職なんです。働き口を探しているんですが、なかなか決まらなくて。私はまともに働いた期間が少ないので、スキルもないですし。それで、もしよろしければ、私掃除でも何でもやりますので、どうか、チャンスをください。そう言って、私は頭を深く下げた。のぞみさん、頭を上げて。優しい声色に、私は顔を上げる。彼は慈愛に満ちた表情で、口を開いた。のぞみさん、今までよく頑張ってきたね。そんな辛い思いをしていたなんて、俺知らなかったよ。ぜひ、協力させてほしい。そう優しく言われると、こらえていた涙がまた溢れてきた。すると彼は姿勢を正し、予想外のことを言ってきたのだ。ある日のこと。今日は休日で、歩行者天国にはたくさんの人だかりができていた。その様子をぼーっと見つめていると、背後から男性が声をかけてきた。そこのお嬢さん何してるの？え？で、あれ？すぐるさん？あ？なんだ、のぞみかよ。後ろ姿が若い女だなぁと思って声かけてみたら、なんだ、ババアかよ。元気してたか？すぐるとは7年前に離婚して以来、全く会っていなかったが、私への横柄な態度は全く変わっていなかった。それにしても、相変わらず外面だけは綺麗だな。ほんと詐欺師レベルだよ。もしかして、こんな人が集まる場所でナンパ待ちしてたとか？期待するだけ無駄だぞ。ババアなんだから。ほんと、お前に声かけて損したわ。そういや、俺はあれからすぐ若い奥さんもらってさ、毎日楽しいぜ。やっぱり若いっていいよな。へえ、よかったわね。お前は寂しく独り身だろ？私を完全に見下しているスグルに対し、私は渾身の思いを込め、こう言い放った。あら、私独身なんて言ってないわよ。いやーねー、私はここで家族を待ってるの。その時、私の方に向かって、一人の女の子が駆け寄ってきた。後ろからゆっくりと歩いてくるのはもちろん、女の子の父親だ。ママ、お待たせ。ごめんね、遅くなっちゃって。お前、子供いるのか？そうなの。私ね、あれからすぐに今の夫と付き合い始めたの。
そうしたらすぐに妊娠したのよ。不妊だったのはあなたの方だったのかもね。すぐるの罰の悪そうな顔を見ながら私は続ける。でもあなたが不妊でよかったと思ってる。もし子供がいたらあなたとの離婚をためらってしまったかもしれないからね。おかげさまで今はとっても幸せよ。あの後徹とは半年の交際を経て結婚。するとすぐに妊娠し出産。親子3人で充実した日々を過ごしている。ふと徹を見ると不思議そうな顔をしていたので、私は元夫の金田さんと紹介した。はじめまして。話はのぞみからいろいろと聞いてますよ。すぐるが何かを言おうと口を開いた瞬間、ごめん、遅くなっちゃった。随分と若い女性がたくさんのショッピングバッグを手にすぐるのもとへかけてきた。今の時期にそぐわない露出ファッションにキラキラメイクが眩しい。見たところ随分若く見えるがチャラチャラした雰囲気をまとっている。待ちくたびれたよ。あ、こいつ今の嫁。え？ああ、どうも。警戒した眼差しで見つめてくる彼女に対して、私はすぐるの元嫁であること、今日家族と待ち合わせ中に偶然再会したことを話した。すると徹が彼女が手にしているショップバッグを見て声をかけた。あ、スカノストアのアイテムをお買い上げくださったんですね。誠にありがとうございます。え？ああ、夫はモデル事務所の他にアパレルでいくつかの店舗を運営していてね。あなたが買ってくださったスカノストアも夫がやっているブランドなんですよ。そうなんですか？すごーい。社長さんなんだ。奥さんが羨ましい。ありがとう。私はすぐるを見ながらにっこり微笑んだ。すぐるは随分と居心地が悪そうだ。すぐる嫁は社長という言葉に目を輝かせながら、私、このブランドの服が本当に大好きなんです。私の周りでも着ている人、すっごい多いんですよ。勢い余って、その場で飛び跳ねてしまうほどの勢いだ。私は心の中で苦笑いする。それは、大変喜んでいただけて嬉しい限りです。よろしければ、今度社内限定セールがあるんですよ。ぜひご招待させていただきますね。その時、すぐるがにやりとしてこう言い放った。でも、社長さんでしたっけ？ずいぶん趣味が悪いですね。こう言っちゃなんですけど、こんなババアと再婚するなんてね。やっぱり女は若い女に限りますよ。へへへ。すぐるの気持ち悪い笑い方にゾッとする。この人と婚姻関係であったことが、今では人生最大の汚点とさえ思っている。いや、残念です。あなたはのぞみの魅力に気がつかないんですね。のぞみは今、超売れっ子モデルなんですよ。モデル？こいつが？うちの事務所の看板モデルです。そう。私は離婚後、徹がマネージャーを務めるモデル事務所に、再びお世話になることが決まり、モデルとして再スタートを切った。現在は、40代向けのファッションを紹介する雑誌で、専属モデルをしている。読者から想定外の反響があり、最近では表紙を飾る機会が増えてきた。元来の引っ込み思案の性格もあり、自分がモデルに復帰するなんて1ミリも考えていなかった。それでも徹は負けじと熱烈に後押しをしてくれた。のぞみは今でも十分に綺麗だよ。だから自信を持って。君なら大丈夫だから。私が自信を失いかけるたびに、
徹はこうして私を励まし続けてきてくれた。おかげさまで今は人気モデルとして売れっ子と言われるまでになり、私が着用した服や小物は瞬く間に完売。いつの間にか望み売れという言葉が出始めるようになった。その言葉を聞くたびに私は恐縮してしまい、なんだか体がムズムズしてしまう。すぐるはうまくいっている私が気に入らないのか、悔しそうな顔をしていった。モデルって言ったって、ババア相手のモデルじゃねえか。そんな大したことねえや。俺だってできら。いや、無理だろ。と私は心の中でツッコミを入れておいた。すると徹は、すぐるの方に体を向けた。そういえばすぐるさんって、まだ感動コーポレーションにお勤めでいらっしゃいますか？はい、そうですけど。よくご存知ですね。実はうちの会社、感動コーポレーションと10億規模の商談をする予定で話が進んでいるんですが、ちょっと取引の件、考え直そうかと思いまして。え？なぜですか？何か問題でも？問題ありすぎですね。だって、人の嫁に対してババアとか、顔だけが取り柄だなんて、暴言を平気で言うのってモラハラですよね。そういうことをする社員がいる会社とは、企業理念的にお付き合いしかねます。今度、改めて事情を説明させていただきたく伺います。では、そういうことで。そういうなり、徹はさあ行こうか、と言って、駅の方へ歩き出した。すると、そんな、どうにかなりませんか？そう言って、徹の足元にしがみついた卓の顔は、情けないほど真っ青になっていた。だが徹は当然、そんな言い訳を聞き入れるつもりはなかった。すると卓は、私の方を見ながら、のぞみ、頼むよ。一度は夫婦になった仲だろ？元妻として、お前からもお願いしてくれよ。先ほどまで、私に最低な言葉をぶつけてきた人とは思えないほどの変わりように、私は怒りを通り越し、呆れたものの、悪いけど、もう赤の他人ですから。それに、あなた離婚するとき言ったわよね。俺にその顔を二度と見せるなって。その言葉、そのままあなたにお返しするわね。二度と私にその汚い顔を見せないでちょうだい。それではさようなら。そう言って、私は愛する家族のもとへかけていった。こうして、徹の会社との取引がなくなったことにより、卓の会社は大損害を受けた。その責任を取らされ、卓は子会社の工場に左遷されたそうだ。当然給料も下がり、妻から離婚を突きつけられたらしい。まあ、あの若い嫁にしてみれば、給料が下がれば、今までの生活ができないわけで、そりゃあ愛想も尽きるだろう。しかも悪いことは続くもので、卓は複数の女性と関係を持っていたことが判明し、妻や相手方のパートナーから慰謝料請求をされたそうだ。今はその慰謝料を払うべく、借金生活を送っているらしい。まるで数珠つなぎのように、次々と本性が明らかになっていった。これぞ、自業自得だ。私はというと、現在も変わらず、同年代女性の支持を受けながら、トップモデルとしてカメラの前に立ち続けている。こうして私が頑張れているのは、娘の応援はもちろんのこと、常に私のそばに寄り添い、励まし続けてくれた徹の存在があってこそだ。人生に絶望していたあの時、徹が手を差し伸べてくれたことは、感謝してもしきれない。たとえどん底に突き落とされても、諦めないで、自分を信じ努力を続けることで、こんなにも変わることができるんだと、
身をもって実感している。私はこれからも素晴らしい家族と共に人生を輝かせていきたい。すみません。会社にとって大事なパーティーにて、俺は社内で恐れられる冷酷な美人社長にシャンパンをひっくり返してしまった。しかもなんと社長は、これで隠してください。びしょびしょに濡れたシャツが透けて、下着が見えてしまったではないか。慌てて自分のジャケットを脱ぎ、社長を助けようとした俺だったが、触らないで拒絶され、思い切り突き飛ばされてしまった。ところが、ねえ、よかったら、私としない？いきなり態度を急変させると、なんと彼女は自分から迫ってきて、おーい、これいっぱいなんだけど。こちらに手招きをしながら、同僚が足元を指し示す。その先には、ドリンクの空き缶や、不要になった書類などで溢れそうなゴミ箱。俺は内心やれやれとため息をつきつつ、そちらへ向かうために立ち上がった。無視することもできるが、放っておくと誰も片付けないので仕方なくだ。俺の名前は川内春、26歳。とある通販サイトを運営する会社で働いている。紙類は向こうのリサイクルボックスに入れてほしいな、望月くん。できたら、飲み残しでびしょびしょになる前に、ゴミを回収しつつ、この際なので、日頃から感じている要望を伝える。すると俺を呼びつけた後輩の社員、望月真奈とは、あからさまに不満そうな顔をした。嫌なら早く片付けに来れば、掃除くらいしか仕事がないんだから、中卒の川内先輩は。吐き捨てるように、望月が言うと、他の社員からもクスクスと笑い声が上がる。どうしてこんな会社になってしまったのか。話は数年前に遡る。まず、俺が入社した6年前。この株式会社ランプは設立されたばかりだった。もともとファッションブランドで働いていた社長が立ち上げた洋服や小物アイテムを扱う通販サイトの運営会社。もちろん当時人手は全く足りなくて、学歴が中学卒業という他の会社では全く相手にされなかった俺も採用してもらうことができた。すると、それから3年かけてランプは右肩上がりに業績アップ。急成長企業として世間の注目を集めると、社内の雰囲気はガラリと変わった。10名足らずの社員たちで忙しくものんびりした雰囲気で仕事をしていたのが、一気に多くの社員を抱えるようになって、その中でも一部の有名大学を出たエリートが幅を利かせるようになって、今この会社を回してるのは僕らなんで、もう少し感謝してもらってもいいと思うんだよな。エリートグループの筆頭格、名門私立大卒の望月もそう公言してはばからない。確かに彼らの頭脳はランプが成長した大きな要因だ。しかし、高卒や地方大学の社員を見下すせいで、社内の雰囲気を悪くしているのも事実。おかげで、設立当初からいたフル株社員は、俺を除いて全員が去っていってしまった。あ、そうそう。僕これから企画会議なんだよね。ほんと毎日忙しくてたまんないよ。川内先輩と違って。大変だね。ちなみに、その会議は俺も出席するはずの。まさに猫の手も借りたいってことで、全然会社に貢献してない人は、せめて雑用くらい進んでやってくれないと。ゴミ箱を革靴の先でつつきながら、後ろを振り向く望月。周囲の同僚、つまり自身の取り巻きたちになぁと同意を求める。けれど、彼らの反応は芳しくなかった。どうした？ごめん、仕事に戻らないと。私も今日締め切りの書類が。そそくさと止まっていた手を動かし始める同僚たち。その理由は、廊下から響いてくる足音だった。うわ、来るぞ！お疲れ様です。突然、オフィスに緊張が走る。ヒールの音を響かせながら、こちらに向かって歩いてくるのは、お疲れ様です、社長。ええ。長い髪をかき上げながら、俺に横目で、ちらりと視線をよこす。パンツスーツを見事に着こなす、
スタイル抜群で凛とした雰囲気の美人。この会社の社長。南蛍さんだった。ね。来月から販売開始のラインナップ。候補を選んだのは誰？そう呼びかけ、オフィスを見渡す南社長。すると、すぐさま望月が手を挙げて立ち上がった。はいはい、それは僕です。まるで、飼い主に呼ばれた犬のように、上機嫌で社長のもとに飛んでいく望月。自分の仕事に絶対の自信があるから、という他にも、彼には社長に思いを寄せているのではという噂がある。かくいう俺も、中卒の自分を採用してくれた社長には感謝していて、少しでも恩返しがしたくて、年下の同僚たちから見下されても、会社に残り続けているのだった。ところが、望月とは正反対に、他の同僚たちの表情は浮かない。それぞれの作業をしながら、落ち着かない様子で、彼と社長の様子を伺っていて、全部やり直し。どれも使えないから。え？バサッと、社長が望月の胸に資料を突き返す。その途端に、温度が一気に何度も下がったような、そんな寒気すら感じる緊張感が、オフィスの中を駆け巡った。全部ですか？次の流行を読んで選ぶよう指示したはずだけど、その結果がこれなのかしら？そうです。僕なりにリサーチを徹底して、選び抜いて、すごく頑張りました。そう？社長がニコリともしないせいで、オフィスは重苦しい空気に包まれる。この緊張感の理由は、社長の仕事に対する姿勢。常に一切の妥協を許さず、気に入らない部分があれば、延々とやり直しを命じる。そんなところが、まさに鬼のようだと恐れられているのだった。昔も仕事には厳しかったものの、ここまでではなかったけど、この程度頑張りというなら、いくつ感謝の言葉があっても足りないわね。誰が会社を回しているのか、少なくとも今のあなたではないことは確かよ。大きな顔をしたければ、せめて仕事をしてほしいものだわ。真っ青な顔で震える望月を、それ以降は完全に無視して、別の報告書を眺めつつ、次のターゲットを探す姿は、鬼というか、もはや魔王のようで、顔を上げるどころか、物音一つ立てることができなかった。誰一人、俺以外は、社長。俺だけが、社長の横顔を見つめていた。その静かな声で、自分の名前が呼ばれるのを待ちながら。ある日、俺たちの元に大きなニュースが舞い込んできた。まず、俺たちの会社、ランプは3年前、とある有名グループ企業の傘下に加わっている。この度、そのグループ内の一社と合併して、さらに幅広い事業を展開していくことが発表されたのだ。ついては、記者発表を兼ねた記念パーティーが開かれるわ。社員も参加自由なので、希望者は申し出るように。南社長の言葉に、同僚たちは顔を見合わせて、誰も手を挙げようとしない。各メディアの記者や、関係各所からの招待客、きっと親会社の重役なども出席する。そして何より、当然ながら、社長も出席するパーティーだ。少しでも粗相があったら、後で何を言われるか、と、みんなの顔にはっきり書いてある。はい、そんな空気の中、一人の社員が手を挙げて、全員がそちらに注目した。参加したいです、社長。それは、会社で最も古株の社員、俺だった。勇気ある。さすが川内さん。社長とは長い付き合いだから。私は絶対無理。遠巻きに、同僚たちがひそひそと囁き合う。社長はそうと一言つぶやいたきり、募集を打ち切って、オフィスを出て行った。こうして、この会社からパーティーに参加するのは、俺と社長の二人、ということになったのだったが、その1ヶ月後、合併記念パーティー当日、会場であるホテルの、すでに大勢の出席者で賑わう大ホールで、俺を待っていたのは、うわ、マジで来たんだ川内先輩。見るからに高級そうなオーダーメイドスーツを着て、髪型までしっかりセットして、
はっきり嫌そうに顔をしかめる、望月だった。どうして、君が、来るとは言ってなかったよね。ああ、知らないんだ先輩。僕のこと。え？初めて知る事実だった。なんと彼は、ランプを傘下に収めるグループ企業、その本社専務の息子だったのだ。最初から父さんの代理で出席するのが決まってたんで、わざわざあの場で手を挙げる理由もなかったんだよな。へえ。けど先輩こそ、よく来れたなって感じ。会社で手を挙げた時は、なんかの冗談かと思ったのに。よく言葉の意味がわからない。きょとんとした俺に、望月はおもむろに顔を近づけてきて。この会場には、中卒どころか、高卒もいないのに、耳元で面白がるような調子で囁いたのだった。絶対みんなが話してる内容もわかんないでしょ。何しに来たんだか。あ、飯だけ食いに来たとか。いや、俺は。まあなんでもいいけど、早く帰った方がいいよ。ホタルに恥かかせる前に。そう言うと、ニヤッと勝ち誇ったように笑って、望月は他の出席者へ挨拶するために去っていった。どうして社長の名前を、唖然としながら、俺は会場の中央へと視線を向ける。服装は、普段と同じパンツスーツ姿だけど、普段より少し濃いメイクに、身につけているところをめったに見ないアクセサリー。それがシャンデリアの明かりに照らされて、普段以上に彼女を輝かせている。すごく綺麗だ。出席者と談笑する南社長の姿に、俺は思わず目を奪われた。望月には馬鹿にされて、俺自身も場違いなのは自覚しているけど、今日、この場所に来た理由は、社長と話がしたい。たったそれだけだった。そのチャンスは、パーティーの中盤でようやく巡ってきた。社長、ずっと人に囲まれていた彼女が、ようやく一人になった。その隙を狙って、俺は駆け寄った。川内くん。社長、おめでとうございます。まず、これを最初に伝えたかった。ランプを大きくすることは、設立当初からの目標。俺が知っている、ずっと社長が抱いていた夢だった。この合併が成功すれば、きっとランプはますます成長する。俺が尊敬する社長の経営者としての才能も、ますます輝くはずだから。俺も嬉しいです。本当におめでとうございます。ありがとう。それと、久しぶりですね。こうして二人で話すのは。ええ、そうね。ランプが成長するにつれて、社長は変わってしまった。仕事に対して非常に厳しくなり、同時に社員とも距離を置いて接するように。かつては、気さくに俺たちと言葉を交わしていた彼女は、今では仕事の指示を下すのみで、笑顔すら見せなくなって。俺はずっと、社長と昔のように話がしたかった。最近、特に忙しそうですね。ちゃんと寝られていますか？あまり。ですよね。今がこうなら、これからもっと忙しくなりますよね。そうね。はは、困った。いざ念願が叶ったら、すっかり忘れてしまっていたのだ。昔の自分たちが、どんな風に言葉を交わしていたのか。川内くん？はい。不意に名前を呼ばれたせいで、ドキッと心臓が跳ねて、反射的にビシッと背筋を伸ばして直立。そんな俺のオーバーリアクションに、社長は目を丸くして、もう、怒らないわよ、別に。ずいぶん久しぶりに、かすかな微笑みを見せた途端に俺は、顔がカーッと熱くなって、乾杯しましょう。取ってきます、俺。それをごまかすように、急いで近くのドリンクコーナーから、シャンパンのグラスを2つ運んできた。川内くん？ますますランプが発展することを祈って、乾杯！一つを社長の手に押し付けて、グラスを合わせようとした。その時だった。すみません。背中にいきなり、ドンと衝撃が。出席者にぶつかられ、俺はバランスを崩して、すみません、社長。なんと、社長の胸元に、グラスの中身をひっくり返してしまった。冷たい。
もちろん、彼女が着ているシャツはびしょ濡れ。しかも、どんどんシャンパンが染み込んで、その下にあるものが、みるみるうちに浮かび上がってくる。とっさに、俺はジャケットを脱いだ。なぜなら、目の前の俺には、バッチリ見えてしまっていたから。彼女が身につけているレース生地の青いブラジャーが、社長、これで隠して、一旦外に出ましょう。俺が小声で囁くと、社長は自分の胸元に目をやって、事態に気づくと、みるみるうちに耳まで真っ赤になった。そして、触らないで。差し出したジャケットごと、俺を後ろに突き飛ばした。俺が床に尻餅をついたことで、はっと我に返る社長。そんな彼女の背後から、誰かが紺色の布で、ふわりと上半身を覆った。たく、中卒なんか連れてくるからだろ、ホタル。社長が振り向けば、そこには、ジャケットを脱いで、シャツ姿になった望月が立っていた。あっちに控え室があるから、着替えも用意させるよ。俺よりずっとスマートに、ピンチの社長を助けると、望月は彼女の腕を引いて、何事かとざわめく会場から連れ出していった。最後に、俺に勝ち誇ったような笑みを向けて、結局それから、いたたまれなくなった俺も逃げるように会場を出て、それとなく二人の姿を探したものの、見つけることはできなかった。そして翌日、出社した俺を待っていたのは、隣に望月を座らせた南社長だった。昨日はどうも川内先輩。とりあえず座ってよ。ニヤニヤと妙な笑みを浮かべつつ、正面の椅子に座るよう、望月が促してくる。社長に会議室へ呼び出されたはずなのに、困惑している俺に、社長は何も言葉をかけてくれない。少し青ざめた暗い顔で、固く口を閉ざして、それでもまっすぐに背筋を伸ばして、じっと前を向いていた。単刀直入に言うけど、川内先輩、あんたはクビだよ。ほら、自分で確認すれば。ぽいと、望月が投げてよこした書類を拾い上げてみれば、それは解雇通知だった。確かに、社長の名前と、押印付きの。そんな、どうして。やっぱ今時、中卒を雇ってるなんてありえないし、まだ昔は良かったかもしれないけど、もう今の業務内容についてこれてないでしょ。これは本社の決定でもあるんで。中卒がいるなんて知られたら、レベルの低い会社だと思われる。通販サイトの利用客からの信頼にも関わる、と。まるで、それが社長の言葉を代弁しているように、得意満面な顔で、望月は解雇の理由を並べ立てた。その時、実は、ずっと口を閉ざしていた社長が、初めて口を開く。けれど、それは望月によって遮られた。ダメ。ここは僕に任せるって約束でしょ、ホタル。昨日からどうして社長の名前を呼び捨てにするのか。俺の疑問を表情だけで察して、望月はにやりと笑った。僕たち結婚するんで。ホタルはもう来年で30だけど、僕は年とか気にしないから、ちゃんと守ってあげられるし、例えば、昨日みたいに、中卒の誰かさんと違って、パーティーでも恥をかかせないよ。俺を横目に社長の耳元で囁く。その様子は本当に恋人のようで、いたたまれず、俺は椅子を立ち上がった。わかりました。今までお世話になりました、社長。川内くん。何か言いたそうな社長。彼女が恋人と一緒にいる姿を平気で見ていられる自信がなかった。俺は解雇を受け入れ、その月の末にランプを去った。一緒に過ごした6年間の思い出を絶えず頭に巡らせながら。さようなら、南社長。へえ、あのサイトの運営会社。確かうちの娘も使ってますよ。ありがとうございます。経理、企画、サイトの保守管理。随分様々な業務を経験されたんですね。はい。御社でもきっと即戦力になれると思います。解雇されると同時に、俺は再就職活動をスタートした。急成長企業の創世期に関わったという経験をアピールすると、
どの企業でも面接官の反応は上々。しかし、1ヶ月が経っても一つの内定も得ることができなかった。やっぱり、その理由は中卒という学歴か。俺がアピールした内容も、6年間働いていたという事実さえも、もしかしたら嘘だと思われたのかもしれない。一向に再就職できないまま、どんどん時間だけが過ぎていく。そして、間もなく2ヶ月が経とうという頃だった。久しぶり、川内くん。元気にしてる？その電話は、ある日突然やってきた。スマホの画面に表示された名前を見て、まず俺は自分の目を疑った。そして、震える指で応答を押して、その声が聞こえた瞬間、思いが勝手に溢れた。社長、会いたいです。え？息を飲むような気配が、電話の向こうから伝わってきた。それから、南社長は微笑みを浮かべた。顔は見えないのに、はっきりと目に浮かんできた。私も、ちょうどその話をしようと思って。え？私も、川内くんに会いたい。そのたった一言で、俺は限界ギリギリだった再就職活動の疲れを一瞬にして忘れたのだった。川内くん。待ち合わせ場所で、こちらに向かって南社長が手を挙げる。ああ、元気そうでよかった。俺の顔には自然と笑顔が浮かんで、彼女がいる居酒屋の前に駆け寄った。お久しぶりです、社長。ええ、嬉しい。こうしてまた川内くんに会えて。かすかな微笑みと一緒に、そんなことを言われたものだから、うっかり俺は大事なことの確認を忘れるところだった。いいんですか、社長。え？婚約者がいるのに、こんな夜に二人で飲むなんて。しどろもどろにそう尋ねると、社長は表情を曇らせて、少しうつむきがちになった。婚約者じゃないわ。え？とりあえず、中に入りましょう。この店を覚えてる？川内くん。はい、もちろん。忘れるはずがない。この居酒屋は、俺が社長の下で働き始めた頃、よく一緒に来た店。俺にとって大切な思い出の場所なんだから。パーティーの日は結局できなかったから、改めて乾杯ね。俺が持っているグラスに、社長が自分のグラスをカチンと合わせる。そして、そのままごくごくと一気にビールを飲み干した。社長、大丈夫ですか？はあ、平気よ。川内くんは知ってるでしょ？私がお酒に強いの。そうですけど。さあ、飲んで飲んで。今日は私のおごりだから。ニコニコと笑う社長は、昔の、変わってしまう前の彼女と一緒だった。どんな時も明るくて、失敗した時も、次は大丈夫と、俺たち社員を励ましてくれる社長だったから、みんな社長が大好きで、楽しかったですね。懐かしいな。ええ、思い出すわ。ここに来ると。仕事がうまくいった日も、そうじゃなかった日も、みんなで一緒に飲んだわね。はい。そのみんなは、次々とランプをやめていって、最後に残った俺も解雇されて、もう設立時のメンバーは誰も残っていない。それは、私のせいなのと、社長は2杯目、続けて3杯目のビールも一気に飲み干した。私が、社長としてダメだったから、みんなをバラバラにしちゃった。そんな、俺たちは全員知ってます。社長がランプのためにどれだけ頑張っていたか。川内くん。トロンと潤んだ瞳で、社長が俺の顔を見上げる。昔と同じ。ドキッと心臓を跳ねさせながら、俺は店員に水を注文した。ペースが早すぎです。一旦落ち着きましょう。ね。優しい。え？なんでそんなに優しいの？はるくん。あ！俺は一瞬にして全身をガチガチに硬直させた。なぜなら、酔っ払った社長がいきなり俺の方に体を寄せてきて、ぎゅっと腕に抱きついてきたから。その目からポロポロと涙をこぼしながら、そうだ。そういえば社長は泣き上戸だったっけ？社長。しない。結婚なんか勝手に。
寝ないでください、社長。起きて。聞こえますか？目を閉じた社長の肩を慌てて叩き、どうにか寝てしまう寸前で起こしながら、俺は会計を済ませて、彼女を支えつつ、店を後にした。ふと見れば、その目元には濃いクマがあって、以前より少しやつれたような方にも、俺はぎゅっと掴まれたように心臓が痛んだ。社長。ごめんなさい。誰かに謝りながら、また一筋の涙を流す社長。そんな彼女をこのまま一人で返すわけにはいかないと。俺は走ってきたタクシーを止めた。すみません。この住所までお願いします。社長起きてください。子供のように目をこすりながら、タクシーで再びうとうとしていた社長が目を覚ます。そして、周囲をキョロキョロと見回して、ようやく隣に俺がいることに気づいた。あれ？川内くん、どうしてここにいるの？しっかりしてください。もう着いたので、ここどこだかわかりますか？しばらくここで休憩しましょう。さすがに、社長の家には連れて行けなかったので、今俺たちがいるのは、社長が暮らすマンションから徒歩5分ほどの場所。そして、もう懐かしいランプのオフィスが入っているビルの正面。今は夜中で誰もいない公園の隅にあるベンチだった。ごめんなさい。完全に目を覚ました社長がシュンと肩を落とす。俺は着ていた私服のジャケットを脱いで夜風で冷えないように彼女の膝にかけた。大丈夫です。強いからって飲みすぎて記憶が飛んだことなんて一度や二度じゃ。そうじゃなくて、何やってるの私。それを伝えるためだったのに。顔を覆って、本当にごめんなさい。と深くため息をつく社長。そして顔を上げると、その目は今にも泣きそうに涙で潤んでいた。川内くんを解雇したこと、あなたがいなくなってからずっと後悔していたわ。川内くんのためとはいえ、彼の言いなりになって。俺のため？どういう意味ですか、社長。全部話すわ。私もきっと社長を辞めさせられるでしょうから。目元を指で押さえながら社長が明かしたのは、ランプの合併が決まった頃から親会社であるグループ本社に苦言を呈されていたこと。いつまでも中卒の社員を雇っているのはいかがなものか。会社に貢献できない社員をお情けで使い続けている。そんな甘い考えだから、このところ業績が伸び悩んでいるんじゃないか。合併で知名度も上がることだし、会社の恥が外へ漏れる前に、解雇すべきだ、と。もちろん、私だって反論したわ。川内くんは恥どころか、ランプになくてはならない存在だって。知ってるから、あなたが自分の仕事もする傍らで、他の誰かのミスをカバーしたり、不慣れな新人の業務を手伝ってあげたり、私がダメな社長の分、代わりに会社を支えてくれていたこと。社長。これでも、私なりに社内のことは見ていたつもり。特に川内くんのことは。じゃあ、どうして、そんな俺を、社長が解雇したのは、実は、俺を守るためだった。あのままランプにいたら、俺は突然解雇されるよりも大変な目に遭っていたかもしれないから。たまたま、望月くんが話しているのを聞いてしまって、相手は本社の専務、彼のお父さんで、川内くんを追い出すためには、多少荒っぽい手を使っても構わないだろうって。私が堅くなに解雇通知を出さなかったから。あのままだと、望月くんと専務は何らかの罪を捏造したはず。そして、それを川内くんに被せて、私は退職金も払ってあげられず、あなたを懲戒解雇することになっていたはずだわ。だから先手を打って、俺を会社都合で解雇した。解雇せざるを得なかったのだと。社長は俺に懺悔したのだった。望月くんは、ランプの内情を探るために本社が送ってきた、いわばスパイみたいなものね。それを私が知ったのは、あのパーティーの夜。彼にプロポーズされた時よ。社長、さっき結婚しないって。しないわ。きっと後悔するって何度も言われたけど、
きっぱり断ったもの。僕と結婚するなら、川内が再就職しやすいように、父に手を回してもらってもいい。そう言われて、社長は迷った末に、一度は望月のプロポーズを受けようと決めた。しかし、実際は望月が手を回して、俺が再就職できないように妨害していた。それを知った社長は、はっきり、あなたとは絶対に結婚しません、と宣言したという。よかった。俺は自分が思っていた以上に、その事実にほっと安堵した。けれど、それは同時に、社長のピンチでもあった。プロポーズを断った報復に、望月は父親の力を使って、彼女をランプの経営から外すべく、動き始めたのだ。合併後のトップは、合併相手の社長にしてはどうかって。本社から何度も打診が来ているの。一方の私は、副社長にも取締役員にも任命されない。このままだとね。そんな、あまりの理不尽へ憤る俺に、社長は首を振ってみせた。もう諦めがついたような、かすかな苦笑いを浮かべて。いいの。川内くんもわかるでしょ。私は社内で人望がなかった。そもそも社長でいる資格がなかったの。クビにされて当然よ。でも、社長が俺を見ていたなら、俺だって彼女をずっと見ていた。鬼と呼ばれるほど仕事に厳しく、社員に笑顔も見せない冷徹な性格になったのは、グループの傘下に入ってから。本社は経営にあれこれと口を出すものの、現場を少しも理解していなかった。ランプが運営する通販サイトにもっと広告を掲載すること。商品の価格を一見わかりづらくして、誤って購入してしまう利用者を増やすこと。利益ばかり重視した命令を次々に下し、使いにくいサイトで利用者の心を離れさせ、結果的に売り上げを低迷させた。それに抗っていたのが南社長だった。あえて俺たちに厳しい態度を取ることで、必ず売れる商品、必ず商品が売れるサイトを妥協することなく追求させた。そして、売り上げの低下を食い止めることで、どうにかランプと俺たちを守っていたのに。いいの。私ももう疲れてしまったみたい。会社のためにと思ってグループに加わったけど、私が作りたかった会社とはどんどんかけ離れたものになっていって、迷惑をかけた川内くんたちに許してもらえるなら、また一からやり直したいの。いいと思います。社長ならきっと大丈夫ですよ。新しい事業を起こすんですか？うん。微笑みながら、社長は首を振った。それは無理だと。なぜなら、借金があるのよ。グループに加わるとき、交換条件で本社に受けた出資金が、それを返していかないと。その額は？残り、あと3000万円と少し。社長個人が受けた出資なので、今後は一人で返済していくことになる。とても新しい事業を起こせる余裕はない。だから、さようならだと。社長は俺をまっすぐに見て告げた。もう川内くんとは会わないわ。あなたに迷惑がかかるから、今日はどうしても最後に一度だけ会いたくて。来てくれて本当にありがとう。ずっと会社を支えてくれてありがとう。元気でね。優しく微笑んでいるのに、社長の目にはみるみるうちに涙が溜まって、ついには溢れ出して、ポロポロとこぼれた。月明かりの下で泣く姿が最後に見る彼女だなんて、想像しただけで胸が潰れそうだ。だって俺はずっと、社長。はい？俺が急に立ち上がったことで、驚いた社長はピタッと涙を止めた。明日、この公園に来てもらえませんか？明日の仕事が終わったら、来てくれるまで俺はずっと待っているので、渡したいものと伝えたいことがあります。俺がそう言うと、社長はきょとんと目を丸くしたのだった。そして翌日、18時過ぎからベンチに座っていた俺のもとへ、もうすぐ20時を迎える頃、社長がやってきた。お待たせ川内くん。寒かったでしょ？そう言って温かいコーヒーを差し出してくれる社長。やっぱり彼女は優しい女性だ。利用者を無視したサイトの運営なんて今までどれだけ心を痛めてきたんだろうか。社長、これを受け取ってください。
俺が差し出したものを見るなり、社長はと目を見開いて、その場に固まった。その理由は、川内くん、どうしたのこのお金。5000万円なんて。大丈夫。怪しいものじゃなくて、俺の貯金なので、これで出資金を返したら、俺と一緒に新しい会社を作りませんか？え？驚く社長の手を取って、その手のひらの上に、俺は5000万円の小切手を重ねた。覚えていますか、社長。俺がランプに入社する前、自分で通販サイトを運営していたこと。ええ、もちろん。よかった。覚えていてくれたんですね。それが何よりも嬉しくて、俺の顔には自然と笑みが浮かんだ。ランプで働いていた頃、望月たちに中卒の学歴を見下されていた俺だが、正確に言うと、俺の最終学歴は高校中退。2年の春まではそれなりに楽しく充実した高校生活を送っていたのだが、先生、その文様は間違っていると思います。確か、きっかけはある日の歴史の授業だった。たまたま知っていた俺は、歴史担当の教師が黒板に書いた古代の焼き物に刻まれた文様の間違いを指摘した。しかも、その横に正しい文様まで書き足して、それが教師のプライドを痛く傷つけた。川内、お前は自分の頭がいいと思っているようだが、あまり調子に乗るなよ。顔を真っ赤にして言い放った教師は、次の授業から徹底して俺をターゲットにした。とても高校で習わないような歴史の問題を出して、答えられなかった俺を嘲笑う。定期テストで100点を取れなければ、わざわざ教室に来て、川内も大したことがないな、と晒し者にする。そんな扱いを受けていれば、周りで見ていた同級生たちも、俺をからかっていいものだと思い始めて、学校中で笑い物にされるようになり、居場所を失った俺は不登校気味に。そして、進級するための出席日数が足りないと知らされたとき、とうとう心が折れて、両親に高校を中退したいと打ち明けた。わかった。しかしお前のために言うぞ。20歳までにはきちんと定職に就くこと。そして、この家を出て行きなさい。わかったな、春。唯一の理解者だった両親は、俺の将来を思って、あえて期限を設けてくれた。せっかくなので、まずは自分の興味があったことに挑戦してみようと、俺は中古の書籍を取り扱う通販サイトを立ち上げ、約2年でそこそこ軌道に乗せた。そして両親と約束した20歳が近づいていたので、就職活動を始めたのだが、やはり高校を出ていないことがネックになり、非常に難航。そして、最後の望みをかけた面接先。まだ設立されたばかりだったランプで、南社長と初めて会ったとき、俺の人生は変わった。あなた、むしろいいの？うちで働いてもらっても。社長と名乗った美女は、俺の自己アピールを聞いて目を丸くした。プログラミングを独学で習得して、通販サイトを自分で一から構築。おまけにそれを軌道に乗せ、毎月安定した売り上げを記録している。そんな人材が、こんな小さくて無名の会社で働こうなんて、と。私たちはすごく助かるけど、あまりお給料は出せないわよ。申し訳なさそうな社長に、俺はそれでもいいですと即答した。サイトの売り上げで株式投資も始めたところ、貯金が元の数十倍にもなり、お金に困っていなかったから、ではなくて、考えてみれば、よく信じてくれましたね。高校を中退した元不登校の19歳が、就職したくて嘘をついているかもしれなかったのに。とても嘘をついているようには思えなかったもの。たとえデタラメでも、あれだけ説得力のあるアピールができる子なら、きっと営業の才能があると思ったから。社長。だから、俺は彼女の下で働きたいと思ったのだ。高校で居場所を失い、社会にも居場所を見つけられなくて、自分はダメな人間だと思い始めていたとき、たった一人だけ、俺を認めて受け入れてくれた人。あの時、俺は社長に救われて、
今までずっと社長に憧れ続けてきた。蛍さんという女性に思いを寄せ続けてきた。すごく楽しかったんです。社長とみんなと一緒にランプを大きくしていくのが、社長の嬉しそうな顔を見るのが、俺も嬉しくて、もう一度そばで見ていたいから、今度こそ社長が思い描くような会社を作りたいんです。二人で一緒に、この気持ちを受け入れてくれるならと、俺は片手を差し出して、社長の返事を待った。中卒だし、パーティーでの振る舞い方も知らないですが、私は自分がそれなりの大学を出たからこそ、見えたような気がするわ。勉強ができて立派な学歴を得ることができても、それは仕事の能力を測る基準にはならないって。私が結局いい社長にはなれなかったように。知らないことは後から覚えればいい。何でも知っているように振る舞うより、その方がずっとかっこいいと。俺の手を両手で包み込むと、社長は優しく微笑んだ。何でも知っているけれど、それを自慢するようには少しも振る舞わなくて、この子だけは絶対誰にも渡したらいけないって、あなたと出会ってすぐに思った。それが社長だった私にとって一番の大成功ね。きっとその頃から私の心ははるくんだけに向いていたのね。そう言って、蛍さんは俺の胸に飛び込んできたのだった。抱きしめてくれないの？いいんですか？もちろん、私も嬉しいから。では、おっかなびっくり。腕を回して抱きしめると、蛍さんは腕の中でクスクス笑った。そして、これからもよろしくね、はるくん。にっこりと笑った顔に、俺はもう一度心を奪われたのだった。やがて蛍さんは出資金を全額返済し、晴れてランプの社長を辞任。そして、俺と一緒に新しい会社を立ち上げた。今度こそ、利用者の使いやすさを第一に考えた、買い物をする人に優しいファッション通販サイトの運営会社だ。サニーサイドって会社名はどうかしら。お日様を浴びた時みたいに、心がポカポカ暖かくなるような買い物体験をしてほしいから。いいと思います、とっても。まるで、蛍さんの心そのもののようなサイトになるだろうと。俺は心から賛成して、笑顔でうなずいたのだった。そして、俺たちの新会社、株式会社サニーサイドと、運営する新しい通販サイトは、どちらも無事にスタート。その柱になったのは、持ち前のセンスを活かして、蛍さんが厳選した商品の数々。そして、蛍さんの指示で、俺が細部までこだわって構築した利用者ファーストなサイト。どこよりも使いやすく、そして商品を選んでいる時間も楽しんでもらえるように。そんな二人の願いを込めると、すぐにサイトは話題を呼んで、メディアにも取り上げられるほど、早速多数の注文が舞い込んできたのだった。ところが、順調なスタートを喜んだのもつかの間。サイトオープンから1ヶ月ほど経った頃、ある問題が発生した。またなの？はるくん。はい。今週でもう10件目です。困ったわね。蛍さんの表情を曇らせる問題。それは返品の山だった。輸送途中で破損することは正直に言って仕方ないわ。でもこれは変だと思わない？はるくん。はい。俺たちの目の前には商品である洋服やアクセサリーがずらりと並んでいる。飾りの部分が粉々に砕けて、金属部分も折れ曲がったピアス。刃物か何かでざっくりと切れ込みが入ったワンピース。硬いもので何度も叩かれたようにボコボコに凹んだパンプス。などなど。そんな不良品が毎日全国各地から次々と返品されてくるのだ。どう考えても、それは誰かがわざとやっているようにしか思えなくて。嫌がらせでしょうか。ランプの時も軌道に乗ってきた頃に少しありましたよね。そうね。いきなり知名度が上がった以上、多少は覚悟していたけど、無残なありさまになった商品たちの中から、切り傷でいっぱいのバッグを手に取って、蛍さんは深いため息をついて、ごめんね。バッグの表面をそっと撫でながら、ぽつりとつぶやいた。
その響きも、彼女が浮かべた表情も、あまりに悲しそうで、途端に俺の心には火がついた。こんなにホタルさんを悲しませた人物を、絶対に許さない。ホタルさん、それ、よく見せてもらってもいいですか？ええ、もちろん。どうかしたの？何か、一つでも手がかりがないかと。受け取ったバッグの表面を穴が開くほど見つめた。さらに、ワンピースやパンプスなど、大きく傷ついているものを中心に、角度や光の当たり方などを変えて、時間をかけて、隅々までじっくり観察する。ねえ、はるくん。今は返品処理も立て込んでいるし、ひとまずそれは後で。もしかして。ホタルさん、犯人が分かったかもしれません。俺がそう告げると、ホタルさんはえっと飛び上がるほどに驚いた。そして、それから1ヶ月後、相変わらず返品のラッシュは続いており、その対応に俺たちが追われていると、職場である貸しオフィスのドアをだんだんと乱暴に叩く来客があった。おい、こんなもの会社に送ってきやがって、何のつもりだよ。そう叫びながら、勝手にドアを開けて入ってきた来客は、怒りを全身で表現している元同僚の望月だった。こんなものが、よりによって社長宛てに送られてきたから、格下なんかに呼び出されて問い詰められる羽目になったんだよ。お前らのせいで。格下というのは、おそらく新社長の学歴について、揶揄しているのだろう。相変わらずだな、と思いながら、俺は念のため、ホタルさんを守るために、一歩前へ出た。その内容証明に書いてある通りだ。望月真人くん、俺たちは君に損害賠償を請求するよ。大量の不良品を捏造して、我が社の業務を妨害したことに対して。だから、それが意味不明だって言ってるんだよ。そんな証拠が一体どこにあるんだと、望月は声を荒げて激怒した。そこで俺は、返品された不良品の一つ、ボロボロのバッグを手に取って、彼の目の前に掲げる。証拠なら、ここにある。は？俺がバッグを指さすと、今日疲れた望月は、怪訝そうな顔をした。その汚いバッグが、なんだって？いかにも低学歴が買いそうな安物だけど、見覚えがないか。それじゃあ、こっちはどうだと。俺が一枚の紙を望月の前に掲げると、途端にその顔色は変化して、きっと無意識に、望月は自分の右手首を押さえた。ああ、そう。この絵は、その手首に君がつけているカフスボタン、それを描いたものだ。なんで？青ざめた望月は、わなわなと口元を震わせた。動揺するのも無理はない。俺が掲げた絵は、絵と言っても、まるで写真のように細部まで精巧に描写されているのだから、本物を前に何時間もじっくりと観察して描いたかのように。なんで？覚えていたから。君がランプで他の社員に自慢していたの。随分独特なデザインだと思って記憶に残りやすかった。でも、もうランプを解雇されて半年以上が経っているのに、その疑問はもっともだった。だから、俺は望月に、カメラアイよ。俺より先に、ホタルさんが種明かしをしてしまった。彼女の言う通り、俺はカメラアイの持ち主だ。目で見たものを瞬時に、ごく細部まで記憶する。そして通常なら、時間とともにあやふやになっていく記憶が、いつまでも鮮明なまま、脳内に保存しておける。まさに、カメラで撮影するように。そんな能力を俺は持っている。歴史の授業で文様の間違いを指摘したのも、テレビ番組で一瞬だけ映ったもの、このカメラアイで記憶していたからだった。そして、俺は本題に入った。このバッグにも、こっちのパンプスにも、返品された商品のいくつかには、共通する独特な形の凹みがあったんだ。例えば、ボタンなどを押し付けても、まず普通はつかないような。もっと特殊な形状の、俺も見覚えのある、何かを押し付けたような。だからこの凹みを頼りに、記憶を呼び戻してみた。そうしたら、この絵になったんだよ。もう一度、
自分が描いた絵を掲げる俺。望月は顔面蒼白になり、カフスボタンを隠すように手首を握りしめる。その手首をつかつかと早足で歩み寄った蛍さんがひねり上げた。あ、やっぱり、ハルくんが言った通りだったわ。このカフスボタンはオーダーメイドで、世界に1点だけの品だそうね。大学の卒業祝いに、お父様からプレゼントされた。なんで、そこまでは会社で言っていないのに。それは、あなたのお父様に直接確認したからよ。もはや望月は、ブルブルと足が震えて、立っているのもやっとの状態。そこへ蛍さんが、息子はどうにでもしてくれと、望月専務から現地を取っていることを伝えると、手首を掴まれたまま、とうとう望月は床に崩れ落ちた。あんたが悪いんだよ。僕に大勢の前で恥をかかせて、しかも僕を振っておいて、中卒なんかを選ぶから、これくらいの復讐されて当然だ。うなだれながら、望月は自白を始めた。人を使って不良品を生み出し、大量の返品をする。同じ業界にいるからこそ、一番ダメージがあると知っている方法で、俺たちを困らせてやろうと考えたこと。その中のいくつかは、自ら商品を傷つけたこと。それは、蛍さんに対する怒りと屈折した思いがあったから。手袋で指紋がつかないように対策したものの、カフスボタンが当たっていたことには気づかなかった。父親にも見捨てられるとは思っていなかった、とも。なあ、本当に僕じゃダメだったのか、蛍。この後に及んで、蛍さんを見上げる望月。それに対する、蛍さんの返事は、パンという乾いた音だった。これは、あなたが傷つけた商品の分よ。私もあなたを傷つけてしまったから、この一発だけ。あとは法律で裁いてもらいなさい。望月の方をビンタして、蛍さんは俺の横に戻ってきた。寄り添う俺たちを目にして、望月は、ダメか。どうやら、彼は本気で蛍さんのことが好きだったらしい。がっくりとうなだれたまま、顔を上げる気力も失ってしまった。やがて俺たちが被害届を出すと、彼は業務妨害で警察に逮捕された。本人が全面的に罪を認めていることから、裁判では有罪になる可能性が高いとのことだった。もちろん会社は懲戒解雇され、実家からも勘当されて、刑に服した後は苦労しながら損害賠償を払っていくことになるだろう。その後、リーダー格の望月が去ったことで、彼の取り巻きだった旧ランプ人のエリートグループはすっかりおとなしくなったらしい。敏腕な新社長が、どんな学歴や経歴でも社員は皆平等というモットーを掲げたことで、合併後の社内は雰囲気が非常に良いとか、サイトの売り上げも順調に回復していて、強引なやり方が問題視され、業績が悪化しつつあるグループ本社から、いずれ独立するのでは、との噂だ。その時は、こちらから業務提携を持ちかけてみるのもいいかもしれないと、俺は蛍さんと話しているところだ。ところで、その蛍さんだが、最近また、何かに悩んでため息をつくことが増えた。会社のメンバーも増えて、売り上げは順調だし、大きいオフィスを借りられるようになったじゃないですか。他に何か不安なことでも？不安、そうね、不安かも。蛍さん。何か悩みがあるなら、できる限り力になりたい。あなたが笑顔じゃないと、俺も元気が出ません。だって俺は、笑顔の蛍さんが一番好きだから。その手を握って、俺は、だから元気を出してくださいと訴える。すると蛍さんは、はぁ、と、長いため息をついて、それなの。え？はるくんはいつでも私にまっすぐな気持ちを伝えてくれるでしょ？それに対して私は、あなたに好きとは言うけど、ちゃんと伝わってるのかなって。え？あのね、はるくん。私、お金を貸してくれたはるくんが好きなんじゃなくて、ちゃんとはるくん自身のことが6年間ずっと好きだったの。本当に。要するに、5000万円の小切手に釣られて、
俺に告白したと思われていないか。それが、蛍さんの不安だったのだ。そんな大金を自分の力だけで手にしたハルくんは、すごいなって、素直に尊敬してるけど、でもね、そうじゃなくても、例えば逆に5000万円の借金があったって、私は、大丈夫ですよ。その胸に抱えていた悩みすら、あまりに愛おしくて、俺は蛍さんを力いっぱい抱きしめた。ちゃんと伝わってますよ。蛍さんが、俺のことをすごく好きだって。そう言われると、急に恥ずかしくて、それとちょっと苦しい。俺の気持ちです。全部伝えようと思ったら、こんな程度じゃないですよ。これ以上？でも、私だって負けないから。ぎゅっと、腕にいっぱいの力を込めて、蛍さんも俺の体を抱きしめ返してくる。この場所が、あの公園なのも忘れて、俺たちは何度も、いつまでも抱きしめ合った。それと、私、ハルくんより4つも年上だけど。そんな不安にも、俺は笑ってみせた。どんな蛍だって大好きだよ。俺も。これからもずっと、真っ赤になって照れる最愛の人を、俺はもう一度、しっかりと抱きしめた。人それぞれが持っている力で、不要なものは存在しないのかもしれない。高校を辞める原因になった俺のカメラ愛が、思わぬ形で活躍の機会を得たように、正しい時に、正しい方法で使うこと。それを認めて、必要としてくれる人に出会うこと。そうすれば、きっと人は力を最大限に発揮できる。大切な存在を助けて、一緒に幸せになる未来をつかめるはずだ。いつかその時が来ると、自分の可能性を諦めずにいる限り。